都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。マスター、はい、新学期ということで、何かチャレンジしてみたいことありますか？より一層ダイエットする。引き続きチャレンジしていきたい。そうですね、ちょっとダイエットの仕方を変えていこうかなっていう。もっと過酷にするってことですか？もっと過酷にしようかな。追い込みますね。オーバースどう？私も体を動かす系で言うならば、ヨガとかピラティスをやったことないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。ジムにも行ってるんですけど、そういうゆったりとした動きをしたことがないので、今年はそういう動きを取り入れて健やかにゲームをプレイしたいなって。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ギルティギアストライブで活躍中の皆さんじゃないですか。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。1人目のお客様は数の子選手。超攻撃的なスタイルで数々のタイトルで優勝経験を持つ国内屈指のマルチ格闘ゲーマーです。2人目のお客様はサミット選手。攻撃的なプレースタイルで見る者を魅了し、ギルティ界を牽引し続けるチップ使いのトッププレイヤーです。3人目のお客様は投げ選手。膨大な練習量から得た立ち回りに定評があり、ファウスト使いの名手として知られる実力派プレイヤーです。4人目のお客様はモッチー選手。圧倒的な反応速度と読みの鋭さを武器に数々の大会で活躍してきたトッププレイヤーです。はい、本日のお客様はギルティギアストライブで活躍中の数の子選手、サミット選手、投げ選手、そしてモッチー選手です。この4人でのね来店っていうのは初めてということで、それぞれのことをどういうふうに思っているのか聞かせていただきたいなというふうに思います。まずは数の子選手の印象から教えてください。昔井上聖ソルとしてギルティギアの SC 時代に知って、その時対戦してすげえ強い人がいるなと思ってたんですけど、それからもう何のゲームでも結果を出してて、本当になんか格ゲーに一番愛されてる男じゃないかって俺は思ってます。金子さん昔すごい仲良くさせてもらってたんですけど、もう全然合わなくなっちゃいまして、もうすごい活躍してるんで、もう雲の上の存在になってしまったなと思いながら日々見てるんですけど、プレイヤーとしては本当にもう何させてもゲームのコツつかむのが本当にうまい人だなというふうに思ってます。どれぐらい前から親交があるんですか？どれぐらいもでも10年以上ありますね。十数年ぐらい。数年ですよね。長い。気づいたらね、よくご飯も行ったりしてたんですけど、もう全く完全に過去形だ。連絡が来なくなってしまって、僕もなんでもう雲の上の人なんでちょっと声かけづらくなっちゃって、こうすれ違いが起こっちゃってるなっていうのは感じますね。なんで連絡しなくなっちゃったんですか？まあでもやるゲームかぶんないくなっちゃった時期結構あったんで、なるほど。ストライブって結構久しぶりにそうですね。対戦したことあります？対戦はしたことない。じゃあ今日初ということで。そうなんだ。もう本当昔は結構一緒にゲームセンターで仲良く遊んでた仲だったんですけど、強度がもう結構会うの久しぶりだったんで、ちゃんと話してもらえるかどうかちょっと立場がもう違いすぎて、まともに話してくれるかなと思ったんですけど、結構仲良くおしゃべりとかしてもらえたんで良かったですね。はい、なんかゲームのプレイの話とかすると思ったらなんか線がすごい。確かにね、なんか、続いてサミット選手の印象についてお伺いしていきます。サミットさんはかなりチップ使ってるプレイヤーの中で一番研究熱心で、自分もチップ使ってるんですけど、大体サミットさんが新しいことを始めてて、それをみんなが真似するみたいな、もう師匠みたいな存在ですね、僕の。初めて聞いた。僕の師匠みたいな。サミットさんは本当にずっと同じゲームを一緒に遊んでて、チップとして強いだけじゃなくて、プレイヤー自身のその格ゲー的なうまさとか、他のゲームとかでも結構活躍をしていて、そういうのがなんか随所に出てて、特に逆境に強いっていうのが印象に結構残ってるというか、プレイヤーかなと思います。ギルティ長い間やってて、で本当にもうチップ使いの第一人者と言ってもいいぐらい本当に強いプレイヤーで、もう直近の大会とかもギルティのイグザードシリーズとかもすごい大会で結果を残されていたりですとか、本当に実績もありますし、プレイヤーとしてもめちゃくちゃ強いプレイヤーだなっていうふうに思っていて、今作のギルティギアストライブでももうめちゃくちゃ強いチップ使いとして、日々、対戦してもらったりしてるって感じですね。でも穏やかなイメージありますけど、やっぱストライブに関してはすごいなんか
負けず嫌いっていうのを感じますけどね、配信とか見てる感じ。勝負ごとにすごいこだわりを持ってる印象はあります。なんか体育会系ってイメージが僕は結構ありますね。わかるわかる。そうね。大会とかの取り組み方とか大会に出てる時のなんか姿勢というかそういうところを見てるとスポーツやってた人なんだろうなっていう感じはありますね。次は投げ選手の印象について教えてください。最初あんまり交流なかったんですけど、陶撃とかその全国大会の最初の方だと2010とかに、投げさんが東京にこっちに来て、よくゲーセンとかで一緒に対戦とかしてたんですけど、言っちゃ悪いですけど、その時あんま強くなかったんですけどそしたらなんかすごい努力がすごい人で、対戦誰かに見てもらってどこが悪かったとか、対戦で負けた相手にもなんかもっと直した方がいいとかありますかっていうのをすごい熱心に対戦相手にとか試合を見てくれてる人に聞いて、どんどん実力を上げていって、気づいたらトッププレイヤーの一人になってるっていう、かなり努力型の人間っていうイメージありますね。投げさんも努力でトップを取る人っていう印象があって、積み上げてきた努力とかその研究の数がすごくて、例えばその私はゲームのセンスがないなとか才能がないなって思う人が一番その見るべき人というか目標にするべき人なんじゃないかっていうぐらい努力で積み上げて勝ってきた人なんだなっていう、もう本当研究量がすごいですね。もう投げさんはとにかくやり込みがものすごいなっていう印象がもう昔からあって、もう誰よりもギルティをプレイする、その結果今の強さがあるっていう印象がやっぱり強いですね。最後モッチー選手の印象についてお伺いしていきます。とにかくプレイヤー性能が高いっていう印象ですね。トッププレイヤーの中だとやっぱりプレイヤー性能ってやっぱみんな基本的に高いんですけど、その中でも目立つぐらい抜きん出てプレイヤー性能が高いっていう感じですね。だから反射神経がすごい速くて、他の人だったらそこを咎めれないような攻撃とかをモッチーだけ返せるみたいな、本当に天才系のプレイヤーだと思いますね。一言で言うならセンス、もうその塊ですね。反応が早すぎて、どういう画面の見方してたらこんだけ反応できるんだろうなっていうのを思ってて、福岡に私がいる時代もその頃はギルティギア AC とかで無限ブリジットとして西のル東の無限みたいな感じでも有数のプレイヤー性能を誇ってて、対戦してもやっぱりもうすごすぎるなっていうか印象は昔からあって、今でもそのセンスがガンガンに発揮されてますね。センスがありすぎて反応が早すぎて、モッチ用の対策をしないと勝てないみたいな、反応を逆手に取るしかないって感じですね。プレイヤーの印象としてはもう化け物っていう言い方しかないんですけど、さらにトレモもする化け物なんで、もうちょっと手つけらんないなっていう感じで思ってますね。本当にただそのセンスが高くてとっさの返しがうまいとかだけじゃなくて、調べた結果この展開はこれがすごくいいみたいなのもかなり詰めてて、対戦してる側としてはなんでこんなことしてくるんやろぐらいうっていう気持ちになる強さを持ってるプレイヤーだなっていうふうに、思いますね。まだまだお話を聞いていたいのですが、そろそろ熱いバトルが見たくなってまいりました。風の子選手、サミット選手、投げ選手、モッチー選手、お願いいたします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。第11回ハメジュンカップ。はい、ということでここからはハメジュンカップ初のタイトルギルティギアストライブによるトーナメント戦をお送りしていきます。今回のハメジュンカップは1回戦決勝戦ともに3ラウンド選手1試合選手制のトーナメントで開催。優勝者には優勝トロフィーを贈呈します。今回もじゃんけんで勝った選手が対戦相手を指名。勝ち残ったサミット選手が投げ選手を指名し、1回戦はご覧のように決まりました。ハメジュンカップ1回戦第1試合、サミット選手 VS 投げ選手です。そうですね、投げさん今までのギルティシリーズでめちゃくちゃ大会で当たってたんですけど、ストライブになってから実は1回も多分当たったことがなくて、だからこういう場でやれるのがすごい楽しみですね。ファーストいろんなことできるキャラなんで、いろいろやりたいなと思いますっていうのと、あと自分の使ってるカラーが使えるようになっててよかったなって思いました。左側ワンピ側がサミットチップ、そして右側ピンクのファーストランナーアゲハウスと、やはりまず触っていく非常に速い動きを持っているのがこのチップですが、ここで早めのベータ切り返してきた。マイピー落としているが位置が入れ替わっていない。画面端に追い詰めているのはサミットだ。そのまま攻め込んでいく。投げからロマンキャンセル、たまらずバーストを使うのは投げですが、いやー騒ぎ続ける。バーストもありません。ウォールブレイク
体力差相当開いている。こうなってくる。おっと、ここで足払いからネッカしっかりつないで、何が出るかな。たくさんのアイテムを投げました。さあ爆弾もありそうだぞ。なんとかしのいだのはサミット。触っていく紫ロマキャン、裏にいる。なるほど。早い。削眼しましたね。まずラウンド1取っていったのはサミットチップ。やはり非常に速い展開。ここはアフロ自分から取ってで投げていきます。さあ突き出して空中手裏剣、やはりダッシュ、この円安が非常に強力。そして前 P、 おおうまい。しっかりと空中ヒット確認しましたね。カウンター限定コンボですね。列車からきっちりと最初まで切っていきました。あら中段、最初これは相当なダメージだ。壁に貼り付けて前ハイボールブレイク。体力差相当ついている。お、青に対して青。そしてカウンターからネッカかけるに物を投げていきます。爆弾、ここは爆弾を見てしっかりと、わあしかし爆弾ヒット、これは相当なダメージだ。爆弾を蹴っていく。あ、ネッカ、おお前ハイ追撃。厳しい状況ではありました。しかも最後しっかりと紫ロマキャンをして最悪爆弾もガードするぞと、素晴らしい動きです。投げハウスト。しかしまずファーストタッチはサミットチップたまらず、ロマキャンお互いにロマンバーストはありません。バックステップ、しかし足払いカウンター、そして触っていきます。中段は空中ガード、ロマキャンから攻め込んでいく。削眼、元老山、ガードができない。さらに表苦しい、投げて返した位置が入れ替わる。これは投げのチャンスになるか。空中出した、あーっと金スタイク貼り付けて、さあほぼ五分。ただゲージがまずサミットにある。そうですね、青。しかしいやカウンター、よくつないだ。AWL 多分出なかったかな。このウォールブレイクの駆け引きでしたが、青ロマキャンをしたサミット、しかしそこに対して愛知画面足に追い詰めて伝わっていくのはやはりサミットチップ。この機動力、足払いカウンターからしっかりと採取、そして短期滅災で非常に良い状況を作ってきましたね。ウォールブレイクから置き攻め、ドリルカウンターから、おつこれは紫金バースト、そこからネビコロマキャン、青から高い前ハイネッカ置き攻め、いやここでメーターロマキャン入れ替えて貼り付けたい。いやはいおお、ここは痛くよくガーブした。しかし空中ダッシュハイスラー。なるほど。いや画面端のその厳しい攻めをしのいだ投げでしたが、二の矢が飛んできた。フルラウンド、どちらが最終ラウンド勝利するのか。バーストのゲージの部分でいうと、投げの方は使えそうな感じでしょうか。はまりそうですね。カウンターつないでいきます。カウンター確認見事。つながるよね。しっかりとウォールブレイクで相当なダメージ。しかもゲージがあるぞ。バーストはたまる。またしてもウォールブレイク、バーストはたまったが投げ絶対絶命。そうする前 P、 ギリギリの戦いでした。勝者サミット。めちゃくちゃ危なかったんですけど、一回前青ロマキャンして、投げさんのコパン確認してベータしようと思ったら出なくて、でそこから負けちゃったのが相当流れ悪くて、でも最後なんか力で押し切りましたね。流れちょっと最初がすごい悪くて、ちょっとこれまずいなと思ったんですけど、なんかいい感じの試合になって、ちょっと程よく緊張しました。ハメジュンカップ1回戦第2試合、数の子選手 VS モッチー選手です。モッチー選手最近チームに所属してプロゲーマーになったらしいんで、先輩としてちょっとここは現実を見せてやろうかなと思います。現実。数の子さんが使うジャックオーっていうキャラクターがちょっと僕苦手なので、頑張ります。はい、頑張ってください。モッチーのジャックオー対策やいかに。第2試合、このようにサーバントというものを生成して投げたりして戦いを優位に進めていくのがジャックオーの狙いになっていきます。対する、このソルは非常にスタンダードにパワー火力で押していく。ゴール下で割り込んだスリージャンプ、バーストを使って画面足に追い詰めていったのはモッチー。しかしうまくグリンガーに対して入れ替えながらサーバントを使って壁に貼り付ける。そしてフォーエバーエリシオンドライバー、
覚醒した皿できっちりと状況とダメージを、さらにサーバントを回収することでサーバントゲージも回復していきます。黄色ロマキャンで押し返していきますが、空中ヒット。ロマキャンからどうだ、これはサーバントを使いつつ画面端で強烈な攻め。数の子さんわざと割らなかったですね今。さらにサーバントの攻撃指示を作り出しながら、あとは削るだけをジャンプ D で逃げながら追いかけてくるモッチーを迎撃しました。まずは数の子ジャックを、最後にサーバント飛び道具に使いつつ状況を作っていきますが、モッチは強引に攻めていく。そして画面足 PS カウンター、とんでもないことになっているぞ。画面の体力ゲージがもう一気に真っ赤になりました。しかしなんとかしのいだか。この火力がやはりソル、腹を殴ってくるぞ。しかししっかりとしゃがみ系で返して、さあ空中ヒット、攻撃指示からしっかりと攻めにつないでいきます。投げ、ガーは読んでいる。そして金 S からファーストできないように早めに覚醒つないでますね。ファーストゲージはありますが、どうだ、キャンガード、いや見事よく逆転しましたね、あそこから。コンボ選択が見事でしたね。PS ホイバーエディションドライバーでバーストを防ぎながら最大ダメージを取って置き攻めで倒すと、立ち合いカウンターにはすぐさまバースト返していったのは数の子。さあ画面足だ。サーバントを投げて画面足の強烈な攻め、防御指示からの投げ、さあそこで激励ボン、これやばい状態なのでバーストでなんとか返しました。しかし体力差相当ついているぞ。モッチーどうする。挟み込んで攻めが強烈、攻撃指示、うわーしっかり対空迎撃残ってるが、サーバントが飛んでくる。めちゃくちゃうまい。画面端から出ることができなかった勝者数の子。やっぱり動きちょっと硬かったんで、ちょっとまだプロゲーマー道を、歩み始めたばっかりだと思うんで、これからちょっと先輩として見守っていきたいと思います。ありがとうございました。もう先輩見習ってちょっと後追いかけたいと思います。あとはちょっとそうですね、弱光戦をもうちょっと練習してこようかなと思います。ありがとうございました。今回のハメジュンカップ1回戦はサミット選手が投げ選手に、数の子選手がモッチー選手にそれぞれ勝利し、決勝に駒を進めました。第11回ハメジュンカップ決勝戦、優勝はどちらの手に。サミット選手 VS 数の子選手です。数の子選手チップも使ってるんで、多分チップのことは知り尽くしてると思うので、自分の弱光対策がどれぐらい通用するかすごい楽しみですね。あとはちょっとプロゲーマーの方に揉んでもらいたいと思います。サミさんあんなこと言ってましたけど、サミットさんもプロゲーマー歴あるんで、ハードル下げさせないんで下がらないんで甘い見つけてきましたね。甘えさせないんで、ちょっとゲームの内容でも甘えさせないようにやりたいと思います。はいわかりました、頑張ってください。それでは準備して始めてください。やはりチップがまとわりついていくところにジャックがどうするかというところは変わらなそう。やはりまず触ったのはサミット、非常に速い動きはこのセクションチップ。うまいぞ。対空前 P サーファンと攻撃指示から入れ替えて壁に貼り付けていきます。一瞬の出来事。チップは体力が少ない。足払いカウンターラーがすぐさまバースト。サーバンと投げ、いやここは空中ダッシュあいつら。そしておっとこれはションドライバーを紫フルゲージ使ってフォローして画面端に追い詰めた。黄色ロマキャンで攻守を逆転させるサミット。空中としっかりつないだ。シャガシャガはい残っている。ゲーローが飛んでいる。空中投げもこの数。いやしかしタッチ S ピン AS で何とか返したぞ。さあまずは怖いまとわりついていく中段からロマキャンバーストゲージはない。ゲージバッチリ見てますね。まずはサミット。数の子の何でしょう、本体性能による守りというのもかなり見えた1ラウンド目でした。ギリティ力すごい感じます。要所で見られます。マイティ対空コンボにはならず、だが画面足に追い詰めることに成功。サミットキャンセルから壁に張り付き一が入れ替わる。ジャンプで逃げたのは数の子です。しかしマイピー対空大きなダメージにはならなかったマイケイの中段をしっかりとガード。ロマキャンで攻め立てるのはサミット。さらに投げを重ねていきます。数の子としては一旦逃げたいところですが、ここはウォールブレイクになりました。
足払いからシュートを使って連携を組み立てていきます。そしてサーバントを繰り出して前ハイカウンター無敵技の警戒室の動きでしたが、いや足払い一旦やはりここもベータを警戒しております。ファーストゲージはたまるか。いや置き止め重視、ヒーローのキャン中段バーストはここで使う。しかし体力がもうないぞ。どうする。サーバント奥側にゲージが紫サーバントを使って足払いで割り込んだギリギリの攻防でしたが、サミット2ラウンドを連取していきます。いや社外これ非常に強力。飛び間に引っかかりましたが、なんとかしのいだのは数の子。対空そしてサーバントを繰り出して連携を組み立てるがバックダッシュで回避。さあ下段から崩してサミットのチャンスになるか。中段ロマキャン貼り付けて壁走り貼り付け前入って相当なダメージだ。数の子後がありません。どうするか。紫バックステップ足払いカウンターゲージはない。助かった紫ロマキャンダッシュ空中投げ。第11回ハメジュンカップ優勝サミット。まず優勝できてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、弱行対策結構身内に弱行がいるので、それを結構やって2日か3日前もやってきたんですけど、それが結構生きたなって思って嬉しいです。ありがとうございました。全く甘えのない素晴らしいプレーでしたまたの対戦できる機会を、楽しみにしております。ありがとうございました。ということで本日も閉店のお時間となりました。はい、ギルティは本当にキャラクターが個性豊かで、見ていて本当に楽しいですし、壁がパリンって割れる瞬間は私もこう見ていてわーってなるので、私みたいにあんまり知らない人も観戦して本当に楽しめるタイトルだなと改めて感じました。すごい仲のいいこの3人と今日は一緒にゲームできたんで、最高の一日でした。ありがとうございました。いつもめちゃくちゃ楽しく、本当に気心の知れたメンバーでやらせていただいたので、本当に楽しくゲームさせていただきました。大会勝てて、チップの魅力もみんなに伝わったと思うんで、みんなにチップから大事な一言がありまして言ってるんですけど、忍者になれ。ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう一人怪しくなったんですけど怪しい人増えちゃった。忍者になれとは言ってるんですよね。言ってるんですよ。はい、ありがとうございました。楽しかったです。そうですね。ミニトーナメントですごいレベル高い試合が見れてよかったです。すごいモチベーションになりました。なんかもっと頑張ろうって、なったんで、次に生かしつつまた出れたらいいなって思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。このメンバーと話すのも久しぶりな人もいたりとかするんで、すごい楽しかったですし、控え室とかでも話したりとかしたんですけど、本当に面白かったんで、またこういった機会があればぜひみんなで楽しく過ごせたらいいかなっていうふうに思ってます。ありがとうございました。そういうことで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は数の子選手、サミット選手、投げ選手、モッチー選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はザ・キングオブファイターズ15を特集。アキラ選手、アバオ選手、スコア選手、ラギア選手がご来店。お楽しみに。